き、夜は秋の虫の声が響く、夏が終わりに差し掛かった感のある時期ですね。腰痛が長引いていて、動画制作のペースもちょっと落ちていますが、なんとか頑張っています。こんにちは、愛です。K-Z のピンクの SK10 を買っちゃいました。可愛くてとっても気に入っています。少し先になりますがレビューしますね。さて今回はドライバー構成がユニークなリークウォルド GK10 のレビューです。音質編でじっくりお話ししますが、音出し第一印象から非常に気に入ってしまいました。前半は愛ちゃんに任せて、私は音質編の準備をするので、また後ほど登場します。愛ちゃんよろしく。ジャックさんマジでレビューするんですか？ちょっと不安だな。私が一緒だから大丈夫だよ。あ、その声はミミィちゃん。はい、よろしくね。ミミィちゃん、普段そんな格好なの？いろいろだよ。今日はソウルフルに決めてみました。アフロのつもりなのかしら？紫じゃなくてよかったわ。紫だったら大阪のおばちゃんがパーマ当てたみたいだもん。なんか紙一重よね。まあ、ノリよ。なんだか逆に心配になってきたわ。でも進行しなきゃ。では始めます。まず、パッケージが写真の通り、とても簡素でちょっとびっくりしました。やたら大きくて豪華なパッケージとか増えている中、逆にちょっと新鮮です。本体は愛の大好きなハート型で、愛は即注文しちゃいました。シェル素材は PCABS 樹脂で実測片耳 3.4g と非常に軽いんです。ベースプレートは木製だそうで、表面は樹脂コーティングされており、柄はモデルごとに違うようです。ケーブルは 0.78mm にピンコネクタ仕様の8芯銀メッキケーブル付属です。イヤピは2種類で、各3サイズ、それとポーチが付属しています。アップの写真は手持ちのソニーのイヤピにとても似ているので、その比較です。ドライバー構成は音質編でジャックさんがお話しするそうなので、装着感に行ってみましょう。はい、始めるよん。ハート型の本体のハート部分が装着感には特に影響しないんだけど、耳に当たる側に極端な出っ張りがないのもいいし、曲線自体もなかなかいいよ。あと、案外細身なのもいいね。片耳 3.4g という軽さもあって、耳の装着感は抜群だよ。ちょっと装着してごらん。愛にも合うと思うよ。あ、本当ね、軽いわね。あとは音質ね。今回はまだちゃんと聞いてないから、後で聞かなきゃ。そうだね。楽しみだね。では、音質比較動画に行きましょう。イヤピはファイナル E タイプを、ケーブルは付属の8芯、銀メッキケーブルです。原音との比較のみで、いつもよりコンパクトにまとめています。Baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law. Look this damn good, baby. Everybody watch out. Everybody watch out. Watch out. では最初にイヤピ3種類による比較波形です。まず低域で気になったのが 100Hz から 500Hz の出方が結構強力に見えることです。でも 50Hz ぐらいのところでは減衰傾向にあり、普段見ている波形に比べ低域のピークポイントが少し前にある感じがします。中域 1kHz の減衰のピークはあまり大きくなく、極端なドンシャリではないことがわかります。2から 4kHz にかけては割と平坦で、波形で見る限りはあまり主張が強くないように見えます。広域は 6kHz 付近でいつも大きく特徴が分かれますが、今回は変化している帯域がいつもより広域になっており、この現象がピエゾセラミックドライバーを2機搭載している GK10 の広域の特徴だと推測します。その他の帯域では多少のレベルの差はありますが、カーブ自体はほぼ同じですね。GK10 の最大の特徴はドライバー構成になるわけで、サイズの違うダイナミックドライバーが2機、ピエゾドライバーが2機、BA が1機のトライブリッド構成と、なんとも贅沢な仕様だと思います。そしてこのドライバー構成で価格が5000円台ということも驚きです。波形の印象通りで 500Hz 以下の帯域が強く、少し上の帯域に影響しているようなので、ちょっと補正してみました。200Hz を中心に2デシベルほど下げるとだいぶスッキリします。やりすぎるとスネアの音の芯が細くなったりするので、聞きながらほどほどにですね。
7mm グラフェンコート振動板ダイナミックドライバーによる中音域はすっきり響き存在感があります。試しに 2kHz と 4kHz を 2dB ほど持ち上げてボーカルを前に出そうとしたところ、強く出すぎてバランスが崩れました。なので波形上このレベルでの出方に見えても、聞こえ方としては見た目以上に存在感があり、これはドライバー特性なのだろうと推測しています。ドラマ視聴は10時間以上、ハイレゾのクラシック曲やジャズボーカルなどかなりの時間 GK10 を聞き込んでみましたが、クラシック曲で声域はしっかり出て抜けもいいのに刺さらない。ジャズボーカルも非常に心地よいバランスで響く。ドラマ視聴でもセリフが刺さらない、環境音、劇版とのマッチングも自然というように特に悪い印象はなかったです。シンバル系がしっかり響いていても、その帯域が8から 10kHz ぐらいのところなので、他の帯域の楽器とあまり被らないという特徴もあります。ダビー A モデルの音場、分離とは根本的に質感が違いますが、優劣という視点ではありません。このドライバー構成だと、もっと音がバラバラに聞こえてもおかしくないと思うんですが、実際は案外まとまっており、種類の違うドライバーのつながりが想像以上にうまく機能しているということでしょう。分離に関しては、中高域の楽器が浮遊しているかのような低位感が独特です。低域に対して、それ以上となる中域から高域という分離はあるなぁ、と感じました。これは、ドライバー構成上そうなることも納得できます。もともと広い音場はイアピをセドナイヤーフィットに変えたらさらに広がりを感じました。これはイアピの形状の特徴で鼓膜までの距離がほんの少し離れたためだと思います。 GK10 のドライブリッド仕様はユニークかつ手頃な価格でタビー8とは違った音場を提供してくれる貴重な存在に感じました。こういうモデルは好き嫌いが分かれ万人受けするタイプではないかもしれませんが、ユニークなドライバー構成の割にレオトはそこまで癖のある感じではないという印象です。ダビー A モデルに縮小気味の方に手軽にピエゾドライバーを試せるモデルだと思いますし、個人的に GK10 はかなり気に入ってしまったので、多くの方にぜひ聞いてみてほしいなと思いました。ということでリークウォルド GK10 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。